私の専門は発生生物学、免疫生物学です。慶應義塾大学文学部自然科学部門の古川良平です。私は日本近海で広く分布している糸巻きヒトデを材料として動物の免疫システムやその進化について研究を進めています。免疫というと病気から身を守る体の仕組みというイメージが強いと思いますが、実は生物学的視点から免疫という現象を見ると、自己とは何かという問題から逃れることができません。なぜなら免疫反応とは自己と非自己を識別して体の中から非自己を排除するという一連の生体防御反応であり、これを実現するには何よりもまず自己という存在を確立する必要があるからです。一方、ほとんどの生き物で自己という存在がどのように確立されるかはよく分かっていません。私は糸巻きヒトデを使ってこの問題に取り組んでいます。これまでの研究から星型の大人になる前の浮遊生活を送っている肺や幼生の時期では、ヒトデの免疫システムは生きた同種細胞であれば皆自己とみなすこと。一方、星型の大人では同種の異個体を非自己とみなす。つまり自己イコール個体という基準になることが分かっていました。そこで我々は変態過程のどこかで自己が確立されていると予想し、いくつかの実験によって変態を終えた致死と的に自己が確立されることを明らかにしました。非常に面白いのは、このヒトデの変態は環境中のバクテリアによる刺激が必要だということです。ヒトデは変態できるまで成長すると岩場などに固着して変態します。実験室では水槽に敷き詰めた砂利に固着させることで変態のスイッチをオンにすることができますが、この砂利を滅菌処理すると変態できなくなります。つまり非自己による刺激がなければ自己を確立できないということです。私たちはこの非自己刺激によって活性化される変態誘導シグナルが同時に免疫システムの成熟を促し、自己の確立に至るのだろうと予想しています。現在はこの変態の進行に重要な遺伝子群が何かを網羅的に調べている段階ですが、いくつか面白いことが分かりつつあります。一つ紹介すると、実はこの変態過程は我々人の神経変性疾患に似たようなメカニズムで進んでいる可能性が浮かび上がってきています。自己を確立するメカニズムを探索している過程で、我々の神経変性疾患に似たメカニズムが浮かび上がってきたというのは予想外で、今非常にワクワクしているところです。スタディ・ネイチャー・ノット・ブックスという19世紀の博物学者ルイ・アガシーが残した言葉です。直訳すれば書物ではなく自然を学べということになりますが、その心は権威に盲従するなという意味だと私は受け取っています。自分の目でしっかりと自然を観察することの重要性を説いた言葉でしょう。動物の免疫研究はほとんど進んでいないため、研究の過程で教科書的な免疫学の知識が通用しないこともたくさんあります。こういう時が研究者として最も楽しい時であると同時に、本質を見抜く観察眼が問われている時でもあります。先入観にとらわれず、曇りのない目で生命現象に向き合う姿勢を常に大切にしようと心がけています。